最終モデルと言われてる12気筒フェラーリのあっち行きたいなとか、テッサロッサが出るみたいな、名前がかっこいいやん、テッサロッサみたいな。今から注文してきます。最後の12気筒のデューディッチチリンドリで黒をやってもらっていいですか？ヒーローやな、こんなの撮ったら。なあ、けどめちゃめちゃ高いんでしょこれ多分。約450万ダサいな。ダサくはないと思うけどな。カーボンの方がいいですか？カーボンで。これミラーもカーボンにしてください。次中ですよね。今ビートですよ。山岡ラインは嫌な。さっきの296が入ってたら真ん中の。あ、いやいや、あんなん嫌いの。俺、あれ嫌い。俺あれ嫌い。あれ嫌い。あ、そうなん？いや、あれさ、サーキットで行くんやったらあんなんいいと思うんで。街乗りして俺あれ嫌い。あ、そうなんや。もうシンプルがいいんだからもう。ああいう。結構シンプルですけど、まあ、色が色なんで派手でしょ。結構目立つ。ね、そうそうそう。もうこのシンプルのところに派手が入ってるのがすごいね。シートいきますよ、まず。はい。シートはこれのブルー。レーシングシート。レーシングシートの方がよろしかったですね。中がブルー。ブルーも何種類かございまして、ちょっと濃いブルーがいいんですよ。濃いブルー。標準で選んでいただけるブルーがこれです。これじゃないです。ブルースターリング。これしかないですか？標準でお選びいただくのは標準じゃなくても。特注で。こんなんないですか？こんなん。ございます。ちょっと待ってください。ありますあります。これ欲しいんですよ。キャリパーもそれぐらいの青が良かったよな。そう。ああ、なるほど。この青が良かったよ、俺。なあ。これもかっこいいなと思った。これもね。それアマルフィの新しい新色ですね。これ、高田さん、ちょっと一回座ってみていいですか？あ、大丈夫ですよ。これさ、これどんな感じなんやろな。あ、こういう感じか、やっぱり。ホールド性はめちゃくちゃ高いです。ねえ。バケットみたいな感じ。これブルーエレクトリックです。今のブルーエレクトリッか、アズロディーノか。いや、ブルーエレクトリック。ク。それどっちがいい？全然ちゃうけどな。どっちがいいですか？アズロディーノと。ちょっとこれ CG なんで、はい。ちょっとイメージ違うと思いますけど、はい濃い方がブルーエレクトリックです。今見せてもらったやつが、オーソーラクエレクトリック。はこれ違うでしょ。これちょっとどっちかというと紫っぽくない？い。肛門もうちょっと明るいと思います。もっとブルーっぽいっていう。はいこれ。はい。これがいいんですよねちょっ。とサンプル持ってきますね。もうその色にしたらもうこれですっていうのが。座り心地はやっぱこっちの方がいいですよね。そうですね。新しいやつもしんどくはないんですけど、まあ全部手動になっちゃうのとカーボンなんで電動ではなくなるんです。ああ、そうなんや。でもそういうのを全部モーターとか剥いで軽くする意味合いのレーシングシーああ、トなので、なるほどなるほだから前後とリクライニングと高さだけなぜか電動っていう。ど。そうなんや。でもそれアルカンターラですよね。はい。アズロ3頭にはレザーこれはレザーなんで。ちなみにじゃあこれバケットにせんとこれにしたらどんな感じですか？電動シートですね。はい。こうね。ああ、こっちの方が良くないですか？どうす高田さん。カーボンがとかってないんやったらデイトナシートとかにしてやった方が座り心地いいし、柄変えてあげたら真ん中のラインも入れれるし、これにしましょうか、じゃ多分ねもうなんかサーキットとか走るとかそんなんじゃなかったあ。らですよね。やる意味ないですもんね。こっちの方がちなみに高田さん、このシートとこのシートやったらどっちが高いんですか？あんま変わんないですか？普通のカーボンファイバーシートが、ごめんなさい、140万円。140万円してこれが。はい。はい。デイトナのシートが45万円です。全然ちゃいますね。そうですね、約100万円。座り心地もこっちでいいのにね。こっちの方がいいのにね。ちょっともう一回だけごめんなさい。カーボンにしてもらっていいですか？こっちの。もう一回だけ。かっこいいんですけどね。かっこええねんけどね。乗り心地が悪いですもんね。これすいません。もう一回座らせてください。はい。でちなみに、レーシングシートにすると、はい。ハンドルのテレスポとかこのウィーンって動く、これも手動になります。あ、やめます。じゃあもうやめます。じゃあもうこっちにします、やっぱり。電動シートになってると、それも全部電動になります。はい。あきら、見て、これと、これ、どっちがかっこいい？レーシングシート。うわー、また難しい。こっちのはかっこいいねんけど、うん全部ハンドルとかも全部電動じゃなくなんねん。もうやっぱさっきのでいきます。はい。じゃコンフォートシートの方ですね。あ。はい。これはやめときます。承知いたしました。これ。これで無難かもしれない。コ
コンフォートシートが標準の 4A シート、前後とリクライニングしか動かないシートになるので、はいフル電動シートと呼ばれるオプションのつけていただくか、さらにもう一つ上のベンチレーションもセットになったものとオプションで選んでいただくのが可能どうちゃうんですか？でフル電動シートにしていただくと18ウェイの可動域になるのと、あとシートヒーターがついてきます。はいはい。でベンチレーションになると、名前の通りですけど、ベンチレーションがさらについてきます。シートクーラーですね、涼しくなる。スースーシートになります。フル電動シートが約93万円ほどします。ベンチレーションシートが148万円します。どうしたいですか？使いますスースーシート。スースはあんま使わんですけどね。電動はつけといた方がいいと思う。それ電動つけといた方がいいですよ。電動がいいもんね、やっぱりね。はい。最低そうですね、電動シートつけないと高さの調節がどうしてもできないので、電動シートにしておきましょうか。フル電動シートになりますね。で真ん中のライン黒っていきます？でデイトナスタイルシートなので、縦にももちろん入れますし、横にも入れます。これはどちらかです。併用はできないです。縦赤はどうですかね？縦赤ですね。あ、ダッサいね、これ。これあかんね。これ高田さん何色がいいですか？これでもかっこいいと思いますし、横いらんな。横いらんすよね。これ全部今アルカンターラなんですけれども、はいはいその真ん中のラインだけレザーもついてます。じゃあ黒にしましょうか。黒ですね。ね。レザーにしますか？アルカンターラ同じいや、レザーで。レザーで。レザーですね。あとはそうですね、今ご要望いただいたのが、シートのお色、メインのカラーをこの色にしているので、はいあとは黒く残っている部分を、はい色を足していくようなイメージになります。はい。次、ハンドルがアルカンターラでブルーにしてほしいんですよ。ああ、これもう最高めっちゃかっこよくないですか？田中さんどうですかこれ？やった。いや、めっちゃかっこいい。これまたちょっと色変わるでしょ？こんな感じで、ちょっとこれ紫っぽくないですか？今、そうですね、シートと同じ色にしてるなんで、実物はこれです。これです。ですよね。ちょっとオーバーめですけど、はいこれです。はい。で、アルカンターラの一応ステアリングだけ、ちょっと一筆いただかないといけないものに、これはなってます。実は、カーボンを、こういう継ぎ目がちょっとモケモケっとなってくることが、フェラーリはよくあるので全然大丈夫です。はい。保証対象ですよっていう、はいちょっと大丈夫ですはい、はい一筆をいただかないといけないです。これめっちゃ良くないですか？これ僕もう3日3晩ねんと考えたんですよ。で、今ハンドルシート変えました。あとドアとか、ああ、ドアこれいいですね。全部青にしちゃうか。特別色になっていて、エアバッグを使用している部分、あー基本使えなくなってしまうなるほので、おそらく今、青くできる範囲で言ったら、あとはロアダッシュボードの部分と、カーペットの部分ですね。ダッシュボードの下の部分ですね。そこを半分半分に。で、上はレザーになっちゃうんで、普通の布の青色だとこんな感じになっちゃうので、ちょっと色味が変わるので、カーペットもアルカンターラにしてあげることができるんで、それにしてあげると、これがアルカンターラになりますね。アルカンターラのブルーエレクトリコが下で使えないです。いや、下でこれ使ったら多分もうめちゃめちゃガチャガチャになりますよね。そうですね。もったいないですよね、車ね。でもう黒でいいですよ、普通の。アルカンターラにするか、どっちがいいですか、ここれはもうほんま、色変えへんのやったら別に全然布でもいい。れ。布使でいいのい勝手いいのはおそらく布。あ、じゃあ布で。はい足でどうしても踏むところの飛んじゃうんで。じゃあ布で。布ですね。はい失礼します。あと中カーボンね。中のカーボンたちですね。はい。メーターフードの上の部分。はい。今、アルカンターラとレザーになってるところをマットカーボンにできる。ドアパネルの部分ですね。はい。青と黒の今、間ドアパネルしたいですよね。あとセンタートンネルの部分。はい。あ、そこもしたいですよね。ここは入れてほしいかな。ねここどうですかここも入れとった方がよくないですか？なんかかっこ悪ないですかこれ。これ入れてみてもらっていいですか一回。これがどうしてもここだけになります。エアコンの吹き出し口の部分は、できひんねやこの車にはそうです、ないですね。これ上行くんやったらここもしとかなあかんですよね、高田さん。せんでええっすか？そんなに目立つところじゃないですけどね。メーターフードのところしてあげてると結構目立ちますけど。ベンって。ああ、ほんまやね。はいほんまやね。全然ガラッと変わりますね。はいじゃあこれで。で、ここはマットカーボンになります。反射で光らないように。ああ、はい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 。ツヤツヤのカいいですねーボンじゃなくなるんで。逆にかっこいいですよね。あとはこのお車、スパイダーなので、はいちょっと細かいんですけど、ロールゲージだとか、それはまあいらんのちゃうか。はい、いらんっす。話。これいらんっす。はい。
あと最後に、はいドアを開けた部分のはい。シルキックプレートですね。はい今フェラーリっていうプレートが入ってる部分がカーボンにすれば黒くなります。こんな感じです。これがいいなぁ。どう思います高田さここまでカーボンつけてあげてたら、ここもカーボンやってたらかっこいいと思いますん。ね。ね。これにします、じゃはい、ありがとうございます。これで内外装はもうほぼほぼフルカーボンに近くなる。あれ、ステッチはステッチはまだ選んでないです。あとが中の細かなところで言うと、室内のステッチングと、あと羽馬ですね。今ちょっと勝手に白くなってますけど、白になってますけど。今ステッチ白の羽馬白だとこのイメージです。で、これ太い糸使うんで、ステッチ入れてあげると結構なアクセントになります。今ステッチング黒色で羽馬を黒色にします。シルバーっぽい白っていうのは。もちろんございます。グジオキアロという色ですね。わかりづらいですけど、本物来たらわかります。これちなみにブルーみたいな。ブルーももちろんございます。これより濃いブルーみたいなのがいい。これじゃないんすか高澤さん。どう思いますこれめっちゃかっこよないですかかっこいいと思います。ねえ、こっちにします。あと、シートベルトかな。シートベルトの色ですね。これブルーどうやろなシートベルトの色。やらしいかなでも結構濃いんですよ。こんな感じに。エレクトリコと合わせ一緒です。どうぞ。こうなんでね。そうです。はい。こまあ、ブルー系ですね。う。黒が入るかなやっぱり。まあ、そうですね。黒ねも混じってるから。ね。黒が映えますよね、絶対。赤はないね。赤はそうですね。ちょっとね賑やかやな。黄色も賑やかになりますもんね。どこにも入ってないからな。やっぱ黒ですね。はい。黒ですね。はい。うん、黒が一番いいと思います。承知いたしました。うーわ、かっこええな、これ。フェラーリって同じ車を走ってても同じ仕様の車がないのが、あ、そうですよね。いいですね。皆さんがうん。一から作らないと作ってくれないメーカーなんで、新車の在庫とかそういうのが存在しないんで、ああ、そうですよね。これすぐ買えますよとか、今これやったら在庫ありますよとかっていうのがないんで、もうまずは生産枠からこう買ってもらうような形で、買っていただいたその枠をじゃあどうしましょうっていう。ですよね。でもすごいオリジナリティが出るんで、1個作るとじゃあもっともっとってなってくるとアトリエっていうセッションとかテーラーメイドっていうセッションが出てくるんで、なるともう特注の嵐になるんで、そうですよね。値段は聞かないでください。これなんすかそれダッシュボードを開けるボタンあ、開けるボタンなんや。開けるボタンです。そうもうイタリアの車なので、ステアリングの12時の部分だったり、レーシングパドルにトリコロールを入れることもできます。いらないです。わかりました。ただカーボンにはしといてほしいですよね。もちろんカーボンにははいなってます。中もこんなイメージで完成ですね。かっこええなかっこええよな。やばいな、やばいハンドルもすごいな。これやばい。お客さんでこの色いました中ですか？はい。中はいないです。どうですかこうぶっちゃけないでしいやもう僕はフェラーリはもう好き放題やってもらったらいいと思いょ。まかっこよくないですかす。かっこいいと思います。もうちなみに見るとこんな感じ。うわ、絶対これかっこいいわ。外装との相性もすごくいいと思う。ね、いいっすよね。だから逆にスパイダーなんで開けた時中見えるんで、そういうバランスも考えながらこう作っていくと面白いですよね。このブルーはもう少し濃いんですよね。まるっきりこれです。これやねんね。ちょっとシートもう一回やってもらっていいですかはい。これやねんね。ちょっとね、指示ちょっと濃くなっちゃうんですよね。なんかちょっともうちょっとこのブルーっぽいやつないんですか紫がかっちゃってるから。もうちょっとブルーしたやつ。そうこれがアルカンターラやったら一番そうです。同じ色でもレザーとアルカンターラでこんだけ色変わるから、レザーにするともっと鮮明なブルーになるんでしょそう。これとこれってやっぱちゃうもんね、ちょっと。ちょっとなうね。ちょっと見え方は変わっちゃいますね。これはグリーン。わあ、でもこれも綺麗ね。けどこの色じゃなくなってくるでしょ。これがブルーリパリっていう色で一番濃いと。こんだけ色あんねんな。すごいな。これもちょっとブルーリパリにしてもらっていいですかはい。かっこいいな。これかこれかっつったら全然ちゃうもんな。ちなみにもう一般的なものでいくと赤多いじゃないですちゃか。うな、これ。ここで選べるだけで赤で87色あるんで。あとは青色というともう一色がアズーロディーノです。水色です。ほぼあアズーロなんでお空色です。これで一回やってもらっていいですかこれやんじゃないのそれやね。アズーロディーノですると
綺麗けどな。で、これがアズーロ。アズーロ D はい、これはこれにしますわ。やっぱりごめんなさい。はいアズーロ D ですね。多分一番鮮明なのはこれだと思います。これやわ、これやわ、これやわ。うん、これ、やっぱりこれ。けどちょっとちゃうねやんね、やっぱりね。いやけどこれええと思いますわ。あ、これのがいいね。あ、これの方がいいわ。うん。これにします。名前が変わるんで、アズーロになるんで、水色系になるんですよね。ブルーって言わないですねブルーなんですよ。もう系統が変わるんで、あ、こっちのがいいな。目立つんちゃいます。いいわ、こっちのかっこいい。これね。うん。これか、これやってるとこっちゃうのかな。じゃあこれでじゃあ決めました。コンプリート。コンプリート。はい。あとは少しだけ機能に関するオプションですね。例えばバックレーダー、サイドミラーにオレンジ色の三角のマークが出てくるもの。ああ、それ欲しいです近ね。くに車がいると、それ欲しいですね。はい、これはじゃあつけておきましょう。はい。遮熱ウィンドウスクリーン、フロントガラスが熱と紫外線を通しにくいガラスにする。これはつけといてください。つけておきます。これでもほぼほぼ完成です。あとはサスペンションリフターだったり、サラウンドビュー、駐車用のカメラだったりっていうのはもう標準でこのお車はついてるお車になりますあとパセンジャーディスプレイって助手席の方が一緒に見れるモニターとか、いりますよね。 12気筒全部標準で。標準で、あついてんねやもう元からついてます。すげえ車、車両本体価格に含まれている。ちょっとこれで一旦、ちょっと僕 F8 より力入ってるでしょ。めちゃめちゃ考えたからね、これほんまにこれ。マジで。もう、そう、テッサロッサでも、これでも、同じ仕様で、もうずーっと俺、知り合いの会社まで行って、CAD まで用意して。鈴鹿で電話あってん。鈴鹿で電話あってん、俺。俺鈴鹿におって、ちょっとレース見とってんやんか。ショップに入って、うわーやっぱかっこええなーとか言って見とったら、タオさんから電話がかかって、テッサロッサもチリンドリも枠抑えましたんで。すマジでみたいな。もう俺そこから一睡もしてへんから今に当たるんだよ。考えて。どうしよう。今回チリンドリにしてもテッサロッサにしてもそうなんですけど、デザイナー変わっちゃったんで、もう今までガラッと系統が変わってるんですよ。あ、そうなんですか。でただ見るとっていつも今までのデザインと大幅に変わっちゃうんでなるんですけど、こうやって何でもいろんな仕様を作って見続けてたらかっこよく見えてくるなるほど。フェラリなるほど。で原車を見るとやっぱりさらにですよね。かっこよく見えて楽しみですよね、これ。ちなみに、半年では来れません。くるちょっと無理です。絶対無理。大臣しや。ほんまやな。バンバンしとったらあかんで。あかんね足当ててたらあかんねんで。もう、荒いからね、これ、特にリセールもいいでしょ。でもどうすかね、だからもう入ってきてないんで、要はスパイダーとかも今クーペはちょろり入ってきてますけど、 SF90 何ぐらいするんですか？ SF90 クーペは今下がりに下がってるんで、やっぱ電気ご自宅とかにコンセントがあって充電施設がある家庭であればひたすらいい車なんですけど、296にしてもあの顔面好きだけどね。なんか、だからまあ本当にスーパーカーらしいというか、ね。めちゃくちゃスーパーカーしてるんで、とてつもなく速いんで、あ、やっぱり。F8 とどっちが速いですか？もう SF90 です。あ、マジっすか？運転してて怖いんで、自分でアクセル踏んでて、ああ、そうですか。前に行く感じがスーパーカーやからこのくらい走るんだろうって想像してると多分 1.8 倍ぐらい速いと思います。マジでこんな行くのっていうぐらい行きますね。F8 もあれ速いですよね。だからフェラーリ全体的にそうなんですけど、ある速度域までが車が頑張ってないんですよ。普通の車であればここがもう僕限界ですみたいな、一生懸命今エンジン回って加速してますっていうのからまだ行こうとするんですよ。だから怖いんですよ。なるほど。車が行け言うわけですね。そうだから極端な話、サーキットとかでガーって踏んでたらもう250とかって普通のスポーツカーとかであれば徐々にこうじわじわって伸びていくんですけど、踏んだら行くんですよ、フェラーリって。フェラーリってスーパーカーってよく0100とかって100キロ出るまでに何秒とかって最近その指標ありますけど、100キロから200キロが速いんですよ、フェラーリって。すげえ動いてての上の伸びですよね。で肉なんでその800馬力ですとか1000馬力ですとかって言いますけど、でっかい高出力を後ろのタイヤだけで支えるんで、路面に伝えるんでやっぱロスが多いんですよね。それが大きいギア3速4速5速になってガッて踏んでたら独壇場というかすんごい伸びていくんで、この車なんか特にそうですね。電気のそのモーターの力とかじゃなしに純粋にエンジンのこんなにでかいのに9000回転とかまで回るんで、で
上まで回した時の音はザ・フェラーリ12気筒の音です。めっちゃいい音するでしょうね。ただこのでかさ、この排気量で9000ってまあガッツいりますからね、いらない。ニュートラルやったらいけるけどね。ニュートラルもそうなんですけど、ニュートラルでも最近のやつ空ぶかしできるんですけど、やっぱりこう、クラッチがつながって、動力がつながって前に進んでいく時のグワーンっていう加速と空ぶかしの音ってやっぱ変わってくるんで。ああ、なるほどね。けどこの馬力で9000回転進みながらは勇気いりますよね。 7000ぐらいからスイッチ入ったみたいな音変わるんで、サーンみたいな音になるんで。これランボルギーニもそうですけど、やっぱフェラーリサウンドってやっぱ一味ちゃいますよね。そうですね。全然ねでやっぱりフェラーリ自体が12気筒をすごく大事にしてるんで、フェラーリが12気筒のことを呼ぶ時ってピュアフェラーリっていう、ね、呼び方をする。へえ、そうなんや。さて、おいくら前になったんやろね、これ。言いたいこと言いまくっとったけど。計算してきます。オプションだけで2000万ぐらいきました。多分2000万いってると思います。ああ。さあ、来来ましたね。後ほど全部手打ちでカタカタカタと打ってっていくらですっていうのになるんですけれども、はい。7900万ってことですね。今車体本体価格が7973万なんで、ここから諸経費とかかかってくるんで、まあ、8000万はいくかな。8000万ぐらい。これちなみに、田中さん、何もか安くなりません？新車で新車で。フェラーリを顔ちょっと怒ってるやん。いや、まあ、ちょっと初めて言われた。マー君ここコーンズやで。もう下向いてるけど。そんなこと言うやつおらなかったでしょ。そうで、大体俺は言うんですよ、けど。で、何も安くなりません。中は半分本気やっていいけど。いや、ありがとうございます。はい。楽しみにしてます。ありがとうございます。テストロッサも同じぐらいの値段でしょ？テスタロッサはアセットフィオラノってサーキットパッケージみたいなのがあるんですけど、そんなんを全部つけてここまでやりたい放題やると1億円超えますスパイダーは。結構もうずっと俺の車流れてるけど、もうめちゃめちゃかっこええやん。負けてくれへんかった。あ、違うか。ということで、まさぴーチャンネルでした。次回また楽しみにしてください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。